急転直下、モメンタリーリリーの第2話を視聴しました。明らかに何かがあったという反応をしていますけど、2話にして視聴者の意表をつく展開が発生して戸惑ったよ。女の子から戦死者が出てしまった。早すぎませんか？こういうのはだいたい3話なり4話なりの序盤終わりでエンジンかけるためにやりがちなんだけど、なんとか安心して見られそうだなと1話で確信した直後にこれだからね。そもそも不穏な空気は中盤の時点から始まっていた。主人公の合流で戦力が増強されたため、都心に向かうため大型ワイルド半島を攻略する提案がされる。迂回するにしても大量の敵と遭遇することになるし、何より食料がもう心もとないんだ。しかし揺れ担当のお姉ちゃんことエリカが一人作戦に反対する。みんなを思うからこそ危険を避けたいんだ。しかしチームのリーダー格であるユリに生き別れの友達がいるとかかんとかで、みんなで敵を突破することが決定される。しかし敵大型は1体だけでなく別の大型個体との合流を画策。2体の相手は困難であることから皆を守るお姉ちゃんとしてエリカがおとりとなって1体を引きつけることとなった。早々に5人で大型を撃破してエリカの救援へ向かう手はずだったのだけど、想像以上に苦戦。走行してる間にエリカの方面はさらに大型1体の増援が現れ、エリカは絶体絶命に追いやられる。この恐怖の中で逃げ回るシーンがやけに凝っていて、助けが来ないとか死にたくないと大絶叫で涙、鼻水垂れ流し。おまけに自慢のパイも揺れまくるし、這いずって逃げるから泥汚れもつく。その手のマニアにはたまらん表現ですって。しかし間一髪でユリたちが救援に訪れ、なんとか難を逃れということにはならなかった。敵の撃破に成功したものの、死の間際に放たれたビームがユリの体を貫通し戦死してしまった。話を聞くと戦死した展開だけでなくて、女の子がひどい目に遭う時点でかなりそっち系のこだわりが込められたアニメのように思えますね。正直エリカが追い回されてる時のリョナ的展開で作品の方向性が見えた気がしたから、ユリの戦死にも驚きはないんだよね。問題は残り5人の女の子もこの列に続くかどうかだよね。各週で1人ずつ、そんな展開は嫌すぎますね。でもこのユリちゃんだけが唯一の戦死者ってことになると、それこそ物語の都合で死なせられたキャラってことになって、それはそれでどうなんだろうって思ってしまうね。誰も死ぬと思わない序盤で死ぬから視聴者は驚くという反響を狙った展開なんだろうけど、今やそこまで効果的な手法だとも思えないんだよね。真似し尽くされてる気がして。まあそのあたりも含めてここから先も視聴を続けていきたいと思います。今回は以上です。皆さんの感想やご意見をコメント欄で教えてくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もお願いします。